皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの黒海艦隊の旗艦モスクワが大炎上したというニュースを取り上げようと思います。今回の話というのは、一隻の軍艦が炎上したというだけにとどまらず、これに関連してウクライナ軍の対艦ミサイルが有効に働いていたのではないかといった話や、ロシアの海上戦力というのは、こうした対艦ミサイルの脅威に対しては脆弱ではないかといったことから、今後の戦局全体、特に海上のパワーバランスの変化について取り上げていこうと思います。それでは早速、ロシアの黒海艦隊旗艦モスクワが大炎上したという関連ニュースから見ていきましょう。ロシア旗艦が黒海で爆発、ミサイルで攻撃したとウクライナ高官。ロシア国防省は14日、黒海艦隊の旗艦である巡洋艦モスクワが爆発によって重大な損傷を被り、乗組員全員が退避したと明らかにした。同省は声明で、巡洋艦モスクワで火災が発生し、弾薬が爆発した。船体は重大な損傷を被った。乗組員は全員退避した。火災の原因を調査中だとした。ロシアは爆発の原因を明確にしていないが、ウクライナは対艦ミサイルネプチューンで攻撃したとしている。ウクライナの大統領顧問は、ロシアの救助隊が巡洋艦に到達できていないとした。全長186メートルの同艦には最大510人が乗っていた可能性がある。ウクライナ南部オデーサ州の知事は、ミサイル巡洋艦モスクワが今日スネーク島の私たちの国境警備隊によって送られた場所に正確に行ったことが確認されたとメッセージアプリテレグラムに投稿した。黒海のスネーク島に駐留するウクライナ部隊は先に巡洋艦モスクワによって投降するよう指示された。しかしそれを無視し、地獄に落ちろと言い返していた。この話題については少し記事から離れた一つこぼれ話を。この時のやり取りを元にした切手がウクライナでは販売開始されています。ロシアへの抵抗戦争の象徴的な場面の一つとして有名になっているのです。記事に戻ります。ミサイル14艦モスクワは1980年代前半に当時のソビエト連邦で建造された。2000年に黒海艦隊の旗艦となり、2015年に始まったロシア軍のシリアにおける活動で重要な役割を果たした。記事の補足として古い船だなという話をされているわけですが、実際には2000年代に入ってから何度かに分けて近代化改修が行われています。アナリストらは今回の爆発がウクライナによるミサイル攻撃によるものだった場合、軍事的に象徴的な意味があるとしている。アメリカ海軍大学ロシア海洋研究所所長は BBC のラジオ番組で、これはロシアの黒海艦隊の旗艦であり、少し老朽化はしているが、黒海におけるロシア海軍力の象徴だと説明。ウクライナは2014年にクリミアがロシアに併合された際に、海軍の大部分をロシアに奪われているとし、それでもウクライナがロシアに大きな痛手を与えるやり方で、ロシアの軍事力を攻撃できているのは象徴的な意味で重要だと述べた。それでは今回問題となっている黒海艦隊の旗艦モスクワがどのような船か基礎知識を押さえておきましょう。この船は基本的に攻撃に偏っている武装をしています。上甲板に見えているこの筒状のものはミサイルが入っているもので、右舷左舷両舷ともにあり、ミサイル16機があります。この筒の中にあるのは対艦ミサイルであったり対空ミサイルだったりします。その他船には CIWS と呼ばれるような弾幕を張ることによってミサイル攻撃などを防ごうとする兵装も整っており、決して近代戦を想定していないわけではなかったのです。また黒海艦隊の旗艦ですが、当然近くに随伴艦もいたはずです。そして現在のところどの地点において攻撃を受けたかというのは正式な位置は発表はされていませんが、おおよそこの辺りだろうと言われているのが、ウクライナ南部における重要港オデーサの南180から200キロ程度以内だったのではないかと言われています。そのため今回はウクライナが対艦ミサイルネプチューンを撃ち込んだのではないかといった話があるのです。一方でモスクワの方としては、そうした対艦ミサイルへの対抗策として対空ミサイルなども持っていたわけですが、これらを上回る攻撃をウクライナ側がしていなければ攻撃は成功していなかったはずです。この点について言えば、ウクライナ側には大型のドローンなども納入されていますから、これらの攻撃を嫌ってロシア側が回避行動などを取っている時に飽和攻撃を仕掛けたのではないかといった話や、もしくはそうした大型ドローンをある程度おとりにして大量に投入することで対空ミサイルを
やたらめったら消費させるような、そのような行動をとっていたのかもしれません。このあたりについては謎に包まれています。少なくともロシア側は攻撃されたとは一言も言っていません。一方、今回ウクライナ側が攻撃したのに使ったと言われているのが、ウクライナ国産の地対艦ミサイルネプチューンで、射程は280キロ。2019年の武器展覧会などに展示されて以降、2021年に実戦配備が進んでいます。しかし、実戦配備されてから間もないということもあり、どれほどの威力があるかといったことは未知数でした。また、ロシア軍による本格的な侵攻があった後、各地の軍事拠点というものは空爆されていたりしますから、こうした対艦ミサイルについてもすでに破壊されているのではないかといった話もありました。なぜならばオデーサ周辺にロシア軍の艦船が近づいたことはこれまでに何度かあったわけですが、その時にネプチューンの使用といったものは公表されていなかったからです。まず第一に、ロシア側とウクライナ側の報道といったものは全く違うものとなっています。ウクライナ側は自分たちの攻撃によってモスクワは炎上したのだといった話をしていますが、一方のロシア側は炎上はしていて総員退艦命令も出した。しかしまだモスクワは沈没していない。であるからしてモスクワを曳航して自軍の港まで持って帰るんだといったことをロシア国防省は発表しています。ですから、ウクライナ側が本当に攻撃が成功したかどうかといったことについては、少なくともロシア側は認めないというのは明らかにしているので、実際どうなっているかについては真相を確かめることは非常に困難でしょう。しかし一つ確定していることが間違いなくあります。それは黒海艦隊の機関であるモスクワはもはや戦闘不能だということです。なぜそのように言い切れるかといえば、これはロシア側が発表していることなのですが、そもそも総員退艦命令を出すということは、これはもう危険な状態だということを少なくとも乗員は分かっているわけです。しかもその後にあって本当に問題ないのであれば、その乗組員は船に戻って自分たちで操作して港まで帰ればいいわけです。しかしロシアの国防省がそうした船員が船に戻ることなど一切話さない上で、わざわざ浮力が残っているこの船は曳航して港に帰るんだと言っていることは、この船にはもう人が戻れない状態になっていることを意味します。自力で航行できないということは、もはや戦闘に復帰することは少なくとも当面はありえないと考えるべきでしょう。このことから考えられることというのは、基本的にはロシア軍にとってはこれは士気を下げる話であって、ウクライナ側にとっては士気を上げる話となります。何しろモスクワというのはロシアにとっての首都名がついているわけですから、黒海艦隊の旗艦としていわば象徴的な存在の船です。このような船が戦闘不能に陥ったということは、当然のようにロシア軍にとっては大きな痛手です。このような話をしたら、いやいやロシアにはまだまだ他にもたくさん船があるんですよと言いたい方もおられるでしょう。しかしロシア海軍の規模というのははっきり言ってそれほど大きいものではありません。なぜならばロシアは基本的に陸軍戦力に偏った編成をしており、決して海軍国家ではないからです。モスクワと同級艦というのは全部で3艦しかありません。そしてそのうちの1隻がモスクワですから、残りは2隻しかないわけです。しかもこの2隻、今どこにいるかといえば、少なくとも私が調べた限りにおいては、現在は地中海に留まっています。なぜそのようにして2隻が戦闘区域にいないかといえば、それはこの2隻というのが黒海艦隊に所属していないからです。じゃあ地中海にいるんだったら黒海まで戻ってくればいいじゃないかと思われるでしょうが、ここにも一つ問題があります。それは地中海と黒海の間にはトルコのボスパラス海峡があり、この海峡の航行権については現在トルコが制限をかけています。軍艦については現在のところ黒海に入ることはダメですよとトルコが言っているわけです。これはロシアやウクライナ双方にとって基本的にどちらにも肩入れしませんよということを意味しています。どちらか一方の側だけの軍艦を黒海へと通行を許せば、それに伴って自分の立ち位置というのが確定してしまうわけです。トルコにとってロシアというのは重要な付き合いの相手ですし、一方においてウクライナも完全に突き放せるような国ではあります。なぜならばロシアもウクライナもどちらも小麦の大生産地であり、この小麦の大生産地であるということはトルコにとっては主食を意味するのです。ですから双方にとって敵対するのは自分たちにとって得ではないわけです。このような情勢から考えると、トルコがこの後モスクワと同級艦の軍艦を自分たちの領海を通すということはちょっと考えにくいと思います。今後のロシア海軍というのはこうした大型艦というものを追加投入するのは難しいと思います。
そしてウクライナが今回攻撃したんだよという話が実際にそうであったとするならば、今後の展開においても非常に重要な意味を持ちます。なぜならば現在黒海やもしくはアゾフ海におけるパワーバランスとしてはロシア海軍が圧倒している状況です。そもそものウクライナ海軍というのは非常に脆弱なものですから、実際のところ海戦を行えるような能力は基本的にはありません。ですからこれまでは海上戦力としてはロシア側が圧倒的で自由に航行できていたわけです。しかしこれを撃沈できる能力がウクライナ側にあったのであれば、当然のように今後は自由に動けるわけではありません。少なくとも黒海艦隊の一番大きい船を今回戦闘不能に陥れることができたわけですから、今後も当然のようにウクライナ側は撃沈を狙って攻撃を繰り返すこととなるでしょう。しかもこの話には続きがあって、今回登場したのはウクライナ国産の対艦ミサイルだったわけですが、現在のウクライナは混乱しており、十分に予備のミサイルを生産できるとは限りません。この点に関してイギリスは自国の保有している対艦ミサイルシステムをウクライナ側に供与するという話をしています。どのようなミサイルが提供されるかについては、おそらくは米国製のハープーン対艦ミサイルが提供されるのではないかと予想されており、これらの兵器がどんどんと入ってくれば当然のようにウクライナ軍によるロシア海軍狩りといったものが可能になってくるわけです。自国の工業力や生産力、購買力といったものが足りなければ、どんどんと武器供与を受けて、それをもとにしてロシア海軍を壊滅させることができるわけです。これによりロシアに完全に海上封鎖されているような状態になっているわけですが、この状況といったものを好転させることが可能になってくるわけです。また海上戦力としての船だけというわけではありません。モスクワの基本性能として少しお話をしましたが、あの船は基本的に攻撃が非常に重視された船でした。対空ミサイルについても非常に強力なものをたくさん同時に攻撃することができたわけです。これが何を意味するかといえば、当然のように海にいるんだけど制空権についていっても非常に大きな攻撃力を持っていたわけです。しかし今回モスクワが大炎上して戦線から離脱するわけですから、この対空ミサイルによる脅威といったものが大幅に減少することとなります。これはウクライナの南部戦線における重要拠点ヘルソン州の攻防についても私は非常に大きな支援効果を生むと思います。何にしても今回の一件で思うのは、ロシア国防省の発表としては大炎上しましたよ、でも攻撃はされていませんみたいな話をしているわけですから、これが何を意味するかといえば、ロシア海軍兵が自らの不始末によって弾薬が爆発炎上してしまったというようなストーリーになってしまうわけです。これは一言で言えば、我が軍の兵士は間抜けですと自ら公表しているようなもので、私はウクライナ軍に攻撃されたと言った方がまだ良かったのではないかなと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。